めちゃくちゃ嫌だったんですよ、私。自分がやりたいって思って入ってきた世界なのに、ここから逃げられないな。こんな経験初めて。ダメだよ、これ。やだ、いきなりシミケンさん出てきた。皆さん、こんにちは、こんばんは。アリナのこれアリナチャンネルへようこそ。今日はね、AV デビューの時のお話、それから初めての AV の撮影現場のお話をしたいと思います。デビュー作について忘れていることがあると思うので、本当は見たくないんですけど、デビュー作視聴してみようと思います。最初はね、イメージシーンから始まるんですよ。すごく不慣れ感がある。ぎこちない伸び。インタビューシーンに来ました。なんか、今よりも喋り方が陰キャっていうか、でも趣味がないとかずっと変わってないな。服を脱ぎ出す。見てるとこっちが恥ずかしくなってきちゃう。すごい緊張が伝わってくる。今もそうだけど、みたいな。っていうの多分癖なんだろうな。今より全然痩せてますね。見られるもんじゃないよ。自分のが下からこんな風に撮られてるなんて。やめて、恥ずかしい。やだ、いきなりシミケンさん見てきた。私なんか、してるシーン見られないんだけど。待って、無理。恥ずかしい。こんな経験初めて。ダメだよ、これ。無理。もうこれ以上は拷問なので、ちょっと見えなかった。まず、AV デビューのきっかけは、アシカキララさんに憧れて、この業界に入ろうって思ったのがきっかけで、スカウトマンさんを知り合いの方に探してもらって、事務所さんに、じゃあ一回面接行ってみようか、みたいな。着いたところが、いかにも怪しいビル、みたいな。ドキドキしながら入って、社長さんに会ったんですけど、話しかけづらい感じの見た目、怖い感じの、怒るかなだけど、喋ってみたら普通にいい人で、面接始めるねってなって、やっぱ、スタイルを見なきゃいけないから、裸になった気がする。もうそこでは多分その事務所に所属することは決まって、結構トントンって話が進んでいって、あとは決まってないのがデビューするメーカーさんで面接行って、一番最初にどこ行ったんだっけ？多分、これは言っちゃいけないやつなんだろうな。うちの社長が言うには、そんなにギャラが多くなかったから、他のところを面接行こうってなって、一番好条件っていうか、すごい対応も良かったのが S1 さんだったんですよね。私もこのメーカーさんからデビューしたいっていう気持ちがすごくあって、でもメーカーさんの面接もまたすっごい緊張するんですよ。S1 さんの入ってる建物、周りから見たらなんかすごい入りづらい。この建物何なんだろうみたいな感じの見た目のところで、そこに連れて帰った時もドキドキだったし、めちゃくちゃ綺麗なお姉さんたちがいるんですよ。受付嬢のお姉さんたち。で、ガラス張りの面接の部屋に連れて行かれて、プロデューサーさんかな？お話しして、別室行って、そこでも裸で写真撮られて、でも裸で写真撮られるの恥ずかしいから、それが嫌だったな。こんな、もう今 AV で裸見せてる身だけど、その時はすごい恥ずかしかったですな。デビューさせてもらえることになって、したら、やっぱ自分の裸が全世界に配信されるわけで、自分がやりたいって思って入ってきた世界なのに、すごくそれが怖くなっちゃって、急に。撮影の1週間ぐらい前からもうずっと、なんか、どうすればいいんだろうみたいな。ドキ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 ってずっとしてて、撮影の前日なんてもうほとんど眠れなくて、ベッドでずっと泣いてて、なぜか涙が出ちゃったんですよね。多分緊張と不安が混じっちゃって。でまあ、一睡もできないまんま、初 AV 現場に朝行くんですけど、マネージャーさんが朝迎えに来てくれて、車乗った瞬間から、もう、ここから逃げられないなって。別に逃げたいわけじゃないんだけど、なんだろう。そういう気持ちになって。初めての現場、一軒家のハウススタジオで、スタジオ行くことも人生で初めてだったから、こんな広くて、お風呂もいっぱいあって、楽しそう AV とか思って。だけど、そうだ、パッケージが、ここから
ヨヨーンってポニーテールがあるやつだったんですけど、当時ポニーテールするのがすっごく嫌いで、そのパッケージで発売された時めちゃくちゃ嫌だったんですよ、私。絶対これ売れないなって。最初インタビューシーンで私泣いたんですよね。確か。多分緊張しすぎて泣いちゃったんだと思うんだけど、その後に人生で初めて会う男優さんがそこに立ってて、その方がシミケンさんだったんですけど、あんなに筋肉のついてる人って見たことがなかったから、生きてる中で。なんか、なんだろう、ちょっとゴリラみたいな感じの人？怖いってなって、そこで泣いちゃって。当時それぐらい本当にマッチョが怖くて。あれがちょっとトラウマなんだよな。本当、当時、シミケンさんには本当にすみませんでした。で、その後いろんなシーンあったけど、やっぱ一番緊張するのが絡みするシーン。人の顔を見るのがめちゃくちゃ苦手で、男優さんの目を見ながらができなかったんです、当時。シミケンさんが、こっち見て、みたいな、ずっと言ってくれて、すごい面白い人だから、終始なんかずっと楽しくは撮影はできたと思います。でもなんか、その時もちょっと涙ぐんでたんだっけな。なんか泣いたばっかりいた気がするな、デビュー作。初々しい作品になったんじゃないかなって。でもなんか、そうだ、いっぱい話したいことあるんだ、デビューの時だから。AV 現場で、セペっていうの中を洗うちっちゃいなんかシャワーみたいなのがあって、それとかも使い方わかんなくて、男優さんに教えてもらったんだっけな。お風呂場で、なんだろうってなって、こうやって入れて、ってなりました。こんなの中を洗うなんてね、したことないから、じわーってなって、るってなったけど、それがね、やっぱすごいね、病気とかの感染予防とかになったりとかするからとっても大事なことでね。その時はびっくりしたけども、今じゃ家とかでも使うからな。生理とかが長引いたりしたら、そのセペとか入れて、中洗って、みたいな。そうすると意外と生理早く終わったりとかするから。すごいなーって、AV 現場って。デビュー作、2日間撮影の日数があって、1日目終わった時は、ドキドキとか不安感とかも消えてて、1日かかるから撮影って、すごく体が疲れちゃうんですよ。終わって感想とかも特になく、疲れたってなって、とにかく寝た。全然記憶がない。裸になることに対して、もちろん現場でも恥ずかしかった。現場ってすごい人数のスタッフさんがいるから、みんなの前で初脱ぎみたいなやつだから、確かもうブラジャーから取ってパンツ脱いでみたいな。とにかく恥ずかしい。だってカメラが、こんなでっかいカメラ回って私のことずっと撮ってくるじゃんみたいな。私のデビュー作だからねとか思ったけど、すっごい恥ずかしかった。でも恥ずかしいのって徐々に薄れていっちゃうっていうか、今だと全然現場とかもスポンポンで歩いてたりとかするくらい恥がなくなっちゃって、逆にあの頃に戻りたい。なんとなくデビューするまでの流れとか伝わったんじゃないかなって思います。聞いてくださった皆さん本当にありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた、さよなら。バイバイ。